皆さんこんにちは、みわです。今日は日本に帰ってきてから初めての動画になります。先週日本に帰ってきたんですけど、まだ2週間の隔離中なんでどこにも行くことができず、毎日家で暇してます。で、今日は今日本に帰ってくるとどんな感じなのか様子をシェアしたいと思います。で、私が住んでいたところはカナダのブリティッシュコロンビア州にあるビクトリアというところです。そこから日本まで帰ってきました。じゃあどんな感じだったか順番に話していきたいと思います。まず日本に帰るには PCR 検査を受けて、その陰性証明書の提出が義務付けられています。で、日本が認めている PCR 検査が2種類あって、1つ目が唾液の検査で、2つ目がこの鼻の奥まで綿棒みたいなの入れてやるインフルエンザの検査とかでよくやるちょっと痛い検査です。この2つのうちのどちらかを受けて陰性証明書をもらう必要があります。日本でも同じだと思うんですけど、旅行のために受ける PCR 検査はカナダでも自費になります。で、その自費で受ける PCR 検査をやっているクリニックがビクトリアではなんと3つしかありません。で、この3つのクリニックとも唾液の検査、この鼻の奥までやる検査やっていませんでした。じゃあカナダではどんな検査をしているかっていうと、この細い綿棒でこの鼻の浅い部分だけちょっとこすってやるっていう痛くない方法が主流です。3つのクリニックともその方法しかやってないということだったので、わざわざバンクーバーまで行って検査をしに行きました。フライトの3日前にバンクーバーに行って検査をして、またすぐにビクトリアに戻ってくるっていうことをしました。で、それでなんとか陰性証明書をもらって、フライトの当日ビクトリア空港に行きました。で、そこでまず見せたのがその陰性証明書と、日本に帰るために質問票っていうオンラインでやるやつがあるんですけど、その QR コードも一緒に見せました。で、それからまずはバンクーバーまで国内線で行ったんですけど、その時の飛行機は結構埋まっていて、多分 90% ぐらい埋まってたと思います。で、バンクーバーに着きました。で、そこからは成田まで JAL で帰りました。チェックインカウンターでまた PCR 検査の結果、あと QR コード、それだけだったかな、その2つを見せました。で、機内の中で誓約書だとかそういった書類をもらったので、機内で書きました。で、だいたい10時間ぐらい経って成田に着きました。で、ここからがまだ長いんです。まず成田に着いたらみんなまとめて、日本に入国する人たちと成田乗り換えで海外にまだ他にどっか行く人たちに分かれました。で、乗り換えの人たちが多分15人ぐらいいたんで、バンクーバーから日本に来て日本に入国するっていう人たち自体は多分15人ぐらいしかいなかったと思います。で、その15人ぐらいに分けられて2つのグループで、乗り換えの人は乗り換えの方に行って、で、入国する人たちはまたどこか別の場所に連れて行かれました。で、私たち入国する人たちはこう広い通路にパイプ椅子がずらーっと並んでる場所があって、で、そこで PCR 検査の順番が来るまで待たされました。結構それが時間かかって、多分1時間ぐらい待ったと思います。そこに座ってひたすら待ちました。待ってる間にも機内で書いた誓約書のチェックだとか陰性証明書のチェックだとかいろんなチェックがありました。で、私が乗っていたバンクーバーから来た飛行機は15人ぐらいしかいなかったんですけど、ちょっと前に多分着いた飛行機が確かジャカルタから着いたって言ってたんですけど、その人たちが多分70人ぐらいいて、で、他にもまだ何人かいて、多分合計で100人ぐらい PCR 検査の待合廊下みたいなところにいたと思います。で、それで1時間ぐらい待ったらやっと順番になって次のところに連れて行かれます。で、そこではこう一つずつブースで区切られていて、対面で書類のチェックがあります。で、さっき機内で書いた誓約書まだ1から細かくチェックしたり、パスポートのチェックだったり陰性証明書のチェックだったり全てチェックされました。で、全て書類のチェックが終わったらようやく PCR 検査になります。で、 PCR 検査の場所はこう一つずつブースにみたいに区切られていて、そこでこのぐらいのちっちゃい容器がもらえるので、そこに唾液を入れます。で、そのブースのところにはレモンと梅干しの写真が貼ってありました。それを見ながら唾液を集めて提出します。この唾液を提出し終えたらまた次に違う場所に連れて行かれます。そこではアプリのチェックがあります。日本に入国する際には3つのアプリを前もってダウンロードしておく必要があります。で、これがその時にもらった紙なんですけど、これ位置情報のアプリとスカイプのアプリ、あとはこのココアっていうアプリ、
合計3つのアプリをダウンロードしておく必要があります。で、このアプリがちゃんとダウンロードできてるかの確認だったり、スカイプがちゃんと使えるかの確認をしたり、メールアドレスが合ってるかわざわざカラーメールを送って確認するっていう風にすごく細かくチェックされました。で、このアプリのチェックが全て終わったら、また次に違う部屋に行って、ここでは2週間の自主隔離期間中について質問があります。で、どういったことを聞かれるかっていうと、これから2週間どこに滞在するかだとか、この空港からそこまでどうやって帰るのかとか、いろいろ細かく聞かれます。で、その自主隔離期間中の質問についても全て確認が終わったら、また次に違う部屋に行きます。で、そこでは一番最初のチェックインでも見せた質問票の QR コードを、これをピッとスキャンされたり、あとはパスポートの確認だったり、とにかく何回も何回も書類とかを確認されました。それが全て終わったら、PCR 検査の結果を待つために大きい部屋に連れて行かれます。そこではまたパイプ椅子がずらーっと並んでいるので、そこに座って自分の番号が呼ばれるまで待ちます。そこでも多分30分ぐらい待ちました。で、そこでようやく自分の番号が呼ばれたら、検査の結果を聞くためにまた違う部屋に行きます。で、そこで順番に並んで検査の結果を聞きに行きます。そうするとこんな紙がもらえます。ここに見えるかな、陰性っていうスタンプを押してもらいます。この紙がもらえたら、これを持って入国審査のところに行って、あとは荷物を持ってやっと空港を出ることができます。そんな感じで空港に着いてから出るまでに約3時間ぐらいかかりました。はい、そんな感じで今回の帰国には結構時間がかかって疲れました。カナダを出国する際に PCR 検査を受けて、日本に着いてからももう一回受けてるんで、2回受けてるのに2週間も家にいないといけないんで、出させてくれてもいいのにって思うんですけど、あと残り1週間ちょっと自主隔離期間あるんで、それが終わったらもう少し街の様子を動画に撮りたいと思います。じゃあ最後まで見てくれてありがとうございます。バイバイ。